どうも、低身長の大山です。僕は身長が160センチです。控えめに言っても低身長だと言えるでしょう。ですが僕は低身長をコンプレックスだとは1ミリも思っていません。むしろ自分の強みだと思っていますし、低身長だからこれまで相手に笑顔だったり楽しさを与えて、自分自身も幸福感を得てきた自信があります。でもですね、僕も小学校、中学校まではめちゃくちゃ低身長で悩んでました。もちろん背伸びックも伸びましたよ。身長が伸びることはなかった。当時は自分も一番のコンプレックスだと思っていました。この動画では以前の僕と同じように低身長で悩んでいる人たちの一つの希望になればと思って作りました。低身長に悩んでいる人や自分に強いコンプレックスを持っている人は絶対に見て後悔しない動画だとこの青2歳が断言します。ぜひですね、最後までご覧いただけると大変嬉しいです。まず僕が一番最初に低身長に悩んでいる人たちに伝えたい言葉があります。低身長はコンプレックスであっても弱みには決してならないということです。ではなぜ僕が低身長は弱みにならないと思うのか。その理由をこれから3つお伝えしていきます。特に3つ目はめちゃめちゃ重要なので、もう3つ目だけでも必ず見てください。まず1つ目ですね。低身長は初対面の相手に安らぎを与えることができるということです。例えば初対面で身長160センチの僕と会った時、ビビる人いないと思うんですよね。ですが身長170センチ以上ある人と会った時はどうでしょうか。多少ちょっとビビりません？なんかちょっと緊張してやっぱ結構警戒してしまうことがあると思うんですよね。あれこれ僕だけですかね。とりあえずここで言いたいのは低身長は相手の懐に入りやすいということです。もう出会った時点から常に自分に有利な状態を作り出せるということですよ。これはもはやチートです。五条悟の無料空所と同じ技を低身長は繰り出せることができるんですよ。最強じゃないですか。さらにここに自分のコミュニケーション能力が掛け算で掛け合わされば、低身長男子は初対面の相手にとって最高の話し相手になります。ちなみに僕は高身長アレルギーなんで、身長178センチ以上ある人と一緒にいると、もう小鹿みたいに足がプルプルなってしまいます。理由の2つ目がですね、可愛がられやすいという点です。僕は今まで属した職場、バイト含めると、今まで6つあるんですけど、そのどの職場でも必ず可愛いと言われた経験があるんですよね。もちろんこれは僕の顔だったり、性格だったり、人柄がかなり影響しているとは思いますけど、仮に僕が身長180センチあったら、絶対可愛いとは言われなかったと思うんですよね。じゃあ可愛いと言われてどんなメリットがあるんだよと。それはですね、めちゃめちゃ自分に対していろんなことを教えてくれるようになります。わかりやすく言うなら、孫に教えるおじいちゃんたちみたいな感じですね。ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、正直可愛いはマジで無敵です。もう一度可愛いと認識してしまったら、なかなかその思考から抜け出せることはできないんですよ。女性とか、後輩とかに対してもそうじゃないですか。可愛いという思考になってしまったら、もうついつい自分の時間を浪費してでも相手に何かを与えようとしたり、もう教えたくなったりしてしまうんですよね。やっぱり人間の本能的に、やっぱ小さい人をやっぱ可愛いと思いやすい傾向があるのかなと思いますね。小学生とかもちっちゃいからやっぱり可愛いと思うじゃないですか。弱い生き物だと思うとみんな助けたくなったりしてしまうんでしょうね、多分。人間の本能的に。もう一度言いますけど、これは、その人自身の人柄とかがめっちゃ影響しますんで、そもそも性格がもう残念な人だったら、当然可愛いと思われることも絶対ないですよ。そしてこれは若い時しか効果がない若い時の特権です。30代になっても可愛いと言われることなんかそうそうないですよ。むしろもし30代になっても可愛いなんて言われていたら、もうその人自身に問題があると思った方がいいです。そしてここで低身長の皆さんに残念なお知らせがあります。可愛いからといってモテることは一切ないので、そこは勘違いしないように。そして理由の3つ目ですね。これが一番大事です。自ら自分は低身長だと相手に自己開示することです。皆さん自己開示って何かわかりますか？自分自身の情報や感情、考え方を意図的に相手に伝えるということです。じゃあなんで自己開示すべきなのか。自分のコンプレックスを認め、あえて自分の弱い部分を相手に伝えることで、素直で嘘をつかずに本音を言ってくれるやつだと思われるからです。つまり、信用されやすいということです。もし今、低身長をコンプレックスに感じて、本当の自分を周りにさらけ出さない人がいるなら、低身長をいじられたくないとか、そんな変なプライドは今すぐ捨てた方がいいです。
僕もそのプライドを捨てて周りに自己開示してからは低身長をコンプレックスだと思うことがなくなって気持ちがめっちゃ楽になりました。僕が低身長を自己開示したのは高校生からです。それまではずっと身長が低いことにずっと劣等感を感じていました。身長のことをいじられるのが嫌でした。ここから少しだけ僕の低身長体験談を話させてください。まず僕は小学校の頃から身長めっちゃ低かったです。小学校の頃は身長自体は気にはしていたものの、それで馬鹿にされたりとかいじられたりいじめだったりとかは一切なかったですね。ですが中学校に入ってから壁にぶち当たります。僕が中学に入学した時の身長確か136センチとかですかね。めっちゃ低いっすよね。共感できる人多いと思うんですけど、中学に入ったらマジで世界観変わるんですよね。もういろんな人いるし、もうみんな自分より大きいし、もう僕野球部だったんですけど、もう野球部の先輩とかめっちゃ超怖かったっすもんね、もう。で、僕の場合は中学が4つの小学校から1つに、その中学に集まるみたいな感じだったんで、もう知らない人がめっちゃ増えたんですよね。学校生活を送る中で、やっぱり僕の身長をいじる奴らが現れました。で、そいつらに最初何と言われたか。たった一言。ちびげー。いやね、これほど自分の身体的特徴をストレートに表した言葉を初めて言われて、もう落ち込むというよりも、気持ちよかったですね、もう。そうか、俺はチビなのか、と今まで思っていたものの、改めてその事実を突きつけられた言葉でした。でもね、そいつらも本当はすごくいいやつなんですよ。ただね、中学生の時の男子ってもう人生で一番最強の時期なんですよ。もうあの時期はとにかく自分をアピールした時期なんですよね。だから彼らも僕を傷つけるのが目的ではなくて、僕に対して乱暴な言動や行動をすることで、俺はこんなに強いんだぞということを周りにアピールしたかっただけなんです。だから僕はその手段として使われただけなんです。でも彼らと出会ったからこそ自分で自己開示をして、相手から愛のあるいじりをしてもらった方が、お互いウィンウィンな関係になれて、みんなハッピーになるし、自分の気持ちも楽になるんじゃないかなと思ったんですよね、その時に。だから本当彼らのおかげで、心も鍛えられたし、自己開示の大切さに気づくことができたんで、もう本当に感謝しかないです。もう恩人と言っても過言ではないかもしれません。だから、高校に入ってからは自分から身長のことを自己開示しようと思いました。で、実際自分から低身長のことを自己開示したら、高校の友達は自分に対して愛のあるいじりをしてくれました。本当にめっちゃいいやつらでした。いい友達を持ちました、本当に。で、自己開示した方がいいということに気づいてからは、職場とかでも低身長が低いことをオープンにして、自ら低身長をネタにして話すようにしてました。そういうことをしていて気づいたのが、自分の身長を使って相手に笑顔だったり、楽しさだったり、笑いを与えることができるということに気づいたんですよね。僕も自分が関わって、その相手自身が僕のおかげで、笑顔で楽しそうにしてくれている姿が、めっちゃ嬉しかったですね。だから、もういじられるのも好きになりました。もうむしろ自らいじられに行くまでになりました。すごく長くなってしまったんですけど、僕が言いたいのは、無理してね、自分のコンプレックスを、自己開示するのは結構辛い人もいると思います。でももし今自分自身のコンプレックスで悩みを抱えていたり、でそれで友達から嫌な言葉だったり、いじりがあったりして、その現状をなんとか変えたい。本来の自分をさらけ出したいと思っている方がいれば、僕は絶対に自己開示することを心からお勧めします。悩んでもいくら努力しても身長は伸ばすことはできません。だからこそ自分のコンプレックスを素直に認め、それを相手に自己開示するんだ。その方が絶対自分自身の気持ちも楽になるし、相手も自分のコンプレックスを自らさらけ出しているやつを見ると素敵だと感じると思いますよ。ところで皆さんは幸せとは何か知っていますか？それは他者貢献することです。皆さんも思い出してください。人は他者貢献した時に一番幸せを感じるんです。だから僕も身長をあえてネタにして相手に笑顔や楽しさを与えました。僕もそれが嬉しかったから。そして与えた分だけいつか必ず自分に返ってきます。別に身長が低いことはコンプレックスかもしれないけど、決して弱みではなく、むしろ強みに変換できるということをね、低身長に、僕と同じように低身長に悩んでいる人たちに今回は伝えたかったです。ここで僕が伝えたい映画タイタニックの名シーンがあります。僕は人生を贈り物だと考えている。どんなカードが配られても、それもまた大切にしたいと思う。そう、僕たちも生まれた時に授かった贈り物があるんです。低身長もその一つのカードと言えるでしょう。そのカードをどう使いこなすのは自分次第だから。それを弱みだと思うのも強みだと思い込むのもあなたの行動と意識次第です。
このチャンネルは低身長あるあるユニクロの紹介動画、僕が本気で皆さんにお勧めしたいと思う映画や商品紹介をやっております。インスタグラムもやってますんで、概要欄からフォローの方もぜひよろしくお願いします。今回の動画がもしめっちゃいいじゃんと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これを見てくれた全国の低身長男子のみんなが、今の自分を変える一つの希望となれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you later.